どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日こちらの iPhone 14 Pro を購入しまして iOS16 のリリースなんかもあったので、ホーム画面とかをね最大限に使いやすくすべくいろいろカスタマイズしまして、かなり使いやすい形になってきたので、今日はこの iPhone 14 Pro の中身とカスタマイズ方法なんかをね紹介したいと思います。もちろん iPhone 14 Pro 以外の端末をお使いの方にも参考になるようになってますので、よろしければご覧ください。 iPhone 14 Pro の中身ということで、僕が使っているアプリもね全て紹介しますが、それだけではなくてホーム画面をどうやって整理したかとか、ウィジェットやショートカットの活用方法と設定方法、あと iOS16 の新機能をね実際どのように使っているか、そういったところについても詳しく分かりやすく解説していこうと思います。まず最初に僕の iPhone 14 Pro のホーム画面がどんな感じになってるかねざっと紹介していきます。はい、まずロック画面から iOS16 からロック画面にもウィジェットが設定できるようになったので、このようにいくつかのウィジェットを設定しています。こちらの設定方法は後ほど詳しく説明します。ロック画面はこんな感じで、ホーム画面1画面目はこんな感じです。時計、カレンダーのウィジェットと、あとはよく使う一群のアプリを厳選して20個配置しています。ワンタップで目的なアプリが開くように、なるべくフォルダ格納はしないようにしています。あとね、ドックの背景というか枠みたいなのがね、ないっていうのもポイントです。このやり方もね、後ほど説明します。で、続いて2画面目、上の部分にはマネーフォワードのウィジェットと、これをフリックすることで音楽アプリをまとめたショートカット、電子書籍アプリをまとめたショートカットに切り替えられるようになっています。その下にはたまに使うアプリを自分でフォルダ分けして格納しています。自分なりのフォルダ分け、カテゴリー分けをすることで目的なアプリが見つけやすくなるようになってます。そして3画面目には iOS14 から使えるようになった標準機能のアップライブラリーですね。利用頻度は少ないけど削除はしたくないアプリをこのアップライブラリーにそのまままとめています。アップライブラリーはアプリを自動でカテゴリー分けしてまとめてくれるページですね。そして一番左のウィジェット画面ですね。こちらの一番上には部屋の温湿度計、隣にはバッテリー残量、その下にはスマートデバイスの管理アプリを中心に配置しています。そしてその下は Wi-Fi 強制オフのショートカット。これはね自分で作ったショートカットですけど、これあるとね非常に便利なので、この作り方も後ほど説明します。あとは目覚ましアプリのスリープマイスターで、一番下にはペイメント系のアプリのショートカットをまとめています。ざっと紹介すると、僕のホーム画面はこんな感じです。こんな感じで個人的にはねかなり使いやすくまとまったんじゃないかなと思ってます。今回このホーム画面をカスタマイズする上で意識したことは3つあります。まず1つがよく使うアプリだけを手元に置く。でもう1つがすっきりおしゃれにしつつも実用的にする。で3つ目は新機能だからといって無理に使わない。この3つですね。僕の iPhone には百数十個のアプリが入っていますが、実際に使うアプリってね結構限られていますので、そういったアプリだけ手元に置くようにしています。そしてたまに使うアプリも目的別にフォルダ分けしてすっきりまとめることで、使いたい時にアプリが見つけやすくなります。これはね部屋の片付けとかにも通じるところがあるんじゃないかなと思うんですけど、頻繁に使うものじゃないのにいつか使うかもと思って押し入れにしまわずに出しっぱなしにしていたり、目的別にまとまっていなかったりすると、使いたい時に使いたいものが見つからずに一生エアコンのリモコンを探し続けるなんてことになります。なので本当によく使うものだけを手元に置いて、たまに使うものは目的別にフォルダ分けしてっていう風にするとかなり使いやすくなります。あとショートカットをカスタマイズしてホーム画面のデザインに統一感を出すやり方なんかもねありますけども、あれもねすごいかっこいいんですけど、確かにね世界観が統一されて満足感も高まるんですが、見た目がおしゃれになる反面、使いたいアプリがすぐに見つけられなかったり、通知のバッジがつかなかったりね、結構デメリットもあるので、僕は使いやすさを重視でアイコンの世界観統一っていうのはね無理にやっていません。あと3つ目にお話しした新機能を無理に使わないというのは、 iOS16 になるとホーム画面を使いやすくする目的で新機能がねいくつか増えたんですけど、本当に使いやすい機能じゃなければ無理に使わなくてもいいかなと僕は思ってます。はい、これらもね後ほど詳しく説明していきます。はい、こんなところをね意識してホーム画面を作ることでかなりね使いやすくカスタマイズできました。ではここからそれぞれのアプリの紹介とウィジェットやショートカットの設定方法なんかを紹介していきます。はい、まずロック画面ですね。 iOS16 からロック画面にこのようにウィジェットを追加することができるようになりました。このロック画面の設定方法もとても簡単で、まずロック画面を長押しします。これでプラスボタンを押すか一番右にスライドさせることで新しいロック画面を作ることができます。でロック画面の壁紙は僕はね天気が気になりますので、ロック画面で今の天気がわかるようにしています。これを設定するにはこのプラスボタンを押して、この新しい壁紙を追加でこの天気という
いうのを設定します。そうするとこのように天気のアニメーションが表示される壁紙が設定できます。これね、雨の日には雨が降るアニメーションが見られるし、晴れると虹が出たりね、綺麗な光が差し込んだりするので、見た目もね、かなりお気に入りです。僕が今設定している壁紙がこれなんですが、これはですね、カスタマイズを押すことで編集することができます。一番上のウィジェットは僕はね、日付が見たいので、このようにね、カレンダーを設定しています。で、このね、時計のデザインもいろいろ変更することができます。このようにね、フォントを選んだりもできるし、色を変えたりもできます。そして下段のウィジェットは追加削除ができるんですけども、僕はウェザーニュースのアプリのバナー型の天気予報と iOS の標準アプリの降水確率メーター、この組み合わせで1日の天気、気温、降水確率がロック画面でまとめてね、確認できるので、この2つをまず設定しています。で、一番右、これはね、メモアプリへのショートカットを配置しています。これはランチャーというアプリでロック画面におけるショートカットを作ることができるので、メモアプリに飛べるショートカットをランチャーアプリで作って、ランチャーアプリのアイコンをここに置いています。このウィジェットを追加の右上にあるロケットのアイコン、これがね、ランチャーアプリですね。で、このランチャーアプリの使い方も簡単に説明します。この一番下の赤いアイコンですね、ロケットのアイコン、これがランチャーアプリですね。で、これを立ち上げると、まずこの一番上のランチャーのすぐ下に薄くロック画面ウィジェットというのが書いてあるので、ここから新規追加を押します。で、いろいろ連絡先とかミュージックとかウェブページとかいろいろ呼び出せるんですけど、今回はアプリを呼び出したいのでアプリランチャーをタップします。そうすると、どのアプリを立ち上げるかっていうのをここから選ぶことができるので、この中から呼び出したいアプリを選択します。先ほどのメモはこれですね。で、ここでアイコンを変えたりもできるんですけども、あとは色反転させたり、こういった設定ができて、これで良ければ右上のチェックボックスを押してセーブですね。で、これで先ほどの画面に戻ると、ここに上から3つ目にもメモが追加されました。はい、これですね。で、これタップすると、このようにメモアプリに直接飛ぶことができます。で、先ほどのホーム画面のカスタマイズで、ここのウィジェットのところ、ここにこのランチャーですね。ランチャーアイコンをタップしてメモアプリを追加する。こうすることでロック画面のウィジェットにメモアプリへのショートカットを追加することができました。はい、これで完了。完了ボタンを押すと、壁紙を両方に設定というボタンと、ホーム画面をカスタマイズというテキストリンクが出てきます。この両方というのは、ロック画面とホーム画面のことなので、この天気の壁紙をホーム画面にも反映させたい場合は、両方に設定の方を押します。僕はホーム画面を変えたかったので、ホーム画面をカスタマイズを押します。で、ここからホーム画面のカスタマイズができるんですが、僕のホーム画面は先ほどご覧いただいたように、このようにね、ドック部分が背景色とほぼね、同化してるんですよね。で、こんな感じにするには、ホーム画面をカスタマイズするこの画面からカラーを選択します。この下のプラスボタンですね。このカラーを押しまして、で、左上のこのカラフルなね、サークルボタン、これを押します。そうすると色を細かに設定することができるんですけども、これね、グリッドから選んだり、スペクトラムから選んだり、スライダーから選んだりできるんですが、このドックの背景色とほぼ同じ壁紙にしたかったので、設定はですね、レッド、グリーン、ブルー、RGB ですね。これそれぞれ上から順に、レッドが102、グリーンが102、ブルーが103。こうすることでドックの背景色とほぼ同じグレーの壁紙になるので、このようにね、同化したようにできます。これね、なぜか102、102、102にしてしまうと、一気にね、背景が暗くなってしまって、なぜか似た色にならなかったので、この102、102、103、これがね、ベストな気がしています。同じようにドックを浮かした感じで見せたい方はね、このようにやってみてください。で、これで完了。もう一度この画面をタップすると、これでもう反映されてますね。ホーム画面見てみましょう。はい、このようにホーム画面を見ると、背景色とドックの枠がほぼ同化して、ドックの枠がね、ないように見えますね。はい、こんな感じでホーム画面も設定できました。あと、ここで最初に言った意識したことの3つ目の新機能だからといって無理に使わないというやつがね、関わってくるんですが、iOS16 からロック画面常時点灯がね、プロのみですができるようになりました。こちらせっかくの新機能なんですが、僕は使っていません。常に点灯していると、やっぱり画面が気になってしまうし、通知の視認性においても、通知が来た時に画面が明るくなる方がね、やっぱり分かりやすいので、常についていると通知が来たこともね、分かりにくかったりするので、あえてね、僕はオフにしています。あとね、ずっと画面がついてるってことは、それだけ電池をずっと
と使ってるということなので、バッテリーの持続時間も短くなってしまうっていうのがありますので、そういった意味でもロック画面のね、常時点灯っていうのは使っていません。あとそのね、バッテリー表示ですが、iOS16 から数字表記もね、できるようになりましたよね。でもこれもね、僕使ってません。視認性があんま良くないんですよね。机に置いてて遠目に見た時とかに 60% か 80% かとかね、こう丸いような数字だとね、もうごっちゃごちゃになっちゃって見えなかったりするのと、あと背景のバッテリーの表示ですね、この残量が減るわけではないので、パッと見た時にね、分かりにくいので、今まで通り数値なしで使っています。数値なしにするとバッテリーが微妙に減ってきたら 50% だったら半分ぐらいのね、ゲージになったりするので、視認性もね、そっちの方がやっぱいいんですよね。はい、こんな感じでせっかくの新機能でも無理に使わないっていうのもね、ある意味大事なんじゃないかなと思います。はい、このあたりもね、参考になったら嬉しいです。はい、ではここからホーム画面の説明に進みましょう。ホーム画面の1画面目、左上にはウィジェットスミスでカスタマイズした時計を配置しています。ウィジェットスミスはもうご存知の方も多いと思いますが、ウィジェットを自分の好みにデザインしてカスタマイズできるアプリですね。はい、これがウィジェットスミスの編集画面ですが、このようにどんなウィジェットを使うかとか、あとはテーマはどんな感じにするかとか、テーマもこのようにカスタマイズ、かなり細かくカスタマイズしたりもできますし、文字の濃さであったりとか、バックグラウンド、背景色ですね、を変えたりとか、この縁の太さを変えたりとか、あとはアートワークを設定するかとか、こんな感じでね、いろいろ自分好みにカスタマイズできるので、ホーム画面をね、カスタマイズしたい方にはね、もう必須のアプリなんじゃないかなと思います。で、僕は自分でカスタマイズしたこのスモールシャープ1という時計ウィジェットをホーム画面1画面目の左上に配置しています。時計はこんな感じでウィジェットスミスの時計を左上に配置していて、その隣のカレンダーは、これは iOS 標準のカレンダーのウィジェットを配置しています。なんだかんだね、標準のカレンダーアプリが僕使いやすいんじゃないかなと思ってね、ずっとこれ使ってます。これウィジェットですけど、タップすればそのままね、カレンダーアプリを開くことができるので、結構カレンダー開くこと多いので、こういう風にね、大きいアイコンだと利便性も高まりますね。そしてその下には厳選した20個のアプリだけを置いています。親指が届く範囲によく使うアプリを置いてるって感じですね。このホームに残すアプリを選ぶときは、一旦ね、ホームを白紙状態にしてから選ぶ方がやりやすかったので、僕は最初にホーム画面のアプリを全てアップライブラリにね、放り込んで白紙状態にしました。1個ずつね、放り込むのも大変なので、やり方としてはこういう風に1個アプリをね、長押しして、そうするとこうプルプルプルってモードになりますので、これで他のアプリアイコンをポンポンポンとタップしていくと、全部ね、一ところにまとめることができるんですね。こうすることでアプリをまとめて移動させることができるので、こうするとね、非常に楽ですね。で、こんな感じでホーム画面を一旦白紙にしてから実際に利用頻度が高いアプリだけを選ぶんですが、どのアプリが利用頻度が高いかって感覚的に選ぶと、実際はあまり使っていないのに、あのアプリも使えそうだなとかね、念のためにこれも置いとこうみたいな感じになってしまって、なかなかね、厳選できません。なので僕は実際に利用頻度が高いアプリを客観的に知るために、設定アプリのスクリーンタイムというのを開きまして、でここから全てのアクティビティを確認するというのを開きます。この画面で1週間のアプリの利用頻度を確認することができるんですが、この画面の下の部分によく使われたものというアプリが表示されるので、これがこの1週間で僕がよく使ったアプリなので、こういったところを参考にして実際に利用頻度が高かった上位20個だけホーム画面の1画面目に配置します。自分のアプリ利用頻度の実態をね、客観的に知るにはこういったね、スクリーンタイムおすすめです。はい、ではそんな厳選した20個のアプリを紹介していきましょう。まずカメラアプリですね。これは純正のカメラアプリです。なんだかんだ取り回しが一番いいのは純正のカメラアプリかなと思ってます。で、その隣の M カメラ、これはマニュアル設定で撮影をするときに使いやすいカメラですね。静止画も動画もマニュアル設定して撮影することができるので、細かなフォーカス合わせだったりとか露出の調整とかそういったものができるのが M カメラです。なので映像にちょっとこだわった撮影をしたいときはこちらを使ったりもします。あとは写真ですね。全ての写真がここに入るので、これもね、やっぱり利用頻度高いですよね。あとドロップボックス、ストレージサービスいろいろ使ってますが、一番頻繁に使ってるのはドロップボックスなので、ここの1画面目に置いています。あとは Google マップ。
Google マップはねこんな感じで行きたいところ行ったところなんかをねいろいろピン止めしてるんですけど、一番使ってるマップアプリは Google マップですね。でその隣のマップ、これは iOS 純正のマップですけども、自転車に乗ってどこかに行く時とかに経路案内とかがマップアプリの方が見やすかったりするのと、 Apple Watch とか AirPods を連携して経路案内してもらいながらね自転車で移動する時なんかはこっちのマップアプリを使ってます。あとは乗り換え案内アプリと、あと Yahoo 天気。Yahoo 天気は天気予報を普通に見るのにも使えますけど、この雨雲レーダーが優秀すぎるので、この雨雲レーダーのために Yahoo 天気をね使ってると言っても過言ではないですね。めちゃめちゃ信頼してる雨雲レーダーです。であとはメモアプリ。もうあらゆるメモ僕はねメモアプリで取ってます。純正のメモアプリですね。でその隣が Google 翻訳。 YouTube に海外の方からコメントなんかをいただいたりすることがあるので、そういったのをね翻訳したりとかするときにもよく使いますね。あとリマインダーと設定アプリで、一番下の段には YouTube ですね。あとは YT スタジオ。これは YouTube のアナリティクスアプリ。僕の YouTube の詳細なデータが見られるのがこの YT スタジオですね。その隣が YT コビット。これは自分の YouTube の動画が Twitter でシェアされた時にその確認ができるアプリですね。こちらだけアプリアイコン、ショートカットアプリを使って変更しています。見た目がねあまりちょっとこの画面に合わないアイコンだったので、これだけね自分でカスタマイズしました。であと楽天ルーム。楽天ルームもね僕実はやってたりするので、よかったらね見てみてください。で一番下ドックの部分ですね。ここは左から Twitter、Instagram、サファリ。サファリがねなんだかんだブラウザとしては一番使いやすいかなと思って、スマホではねサファリ使ってます。 PC だとね Chrome を使うことが多いんですが、 iPhone だとねやっぱりサファリ使いやすいなと思ってねずっとサファリ使ってます。で一番右下、ここだけねフォルダでまとめてます。メール系ですね。 LINE だったりメッセージ、電話、メール、Gmail、Notion、Teams、Outlook、Slack、こういったねメールだったり仕事上のやり取りとか、こういったものをメッセージ系を一ところに集めたのがこのメールフォルダですね。ここはフォルダにまとめてますけど、このようにねバッジがちゃんとフォルダにつくので、何かしらのメーラーにねこういう風に新着メールがあった場合はホーム画面からね確認することができるので、ひとまとめにしておいても通知漏れもないので、こういう風なねまとめ方しています。はい、ホーム画面1画面目はこんな感じですね。はい、続いて2画面目いってみましょう。2画面目、こちらも一番上にウィジェットを置いています。でその下にフォルダ分けしたアプリといった構成になっています。でウィジェットは今ねこれマネーフォワードのウィジェットが出ていますが、これをフリックするとまず音楽アプリをまとめたショートカット群が出てきます。でもう一枚フリックすると電子書籍アプリをまとめたショートカットに切り替えられるようになっています。このマネーフォワードのウィジェットはマネーフォワードのウィジェットをそのままね配置してるだけですが、この音楽アプリとか電子書籍アプリのショートカットのグルーピングしたものは iPhone に最初から入っているショートカットというアプリで作っています。この音楽アプリまとめた中には利用頻度が高い Amazon Music と Spotify、 あとは CS Music、 これはその隣にある Apple の純正の Music と同じような使い方ができる音楽アプリなんですけども、純正の Music アプリよりこっちの方が iPhoneの中のね音楽を聴くには使いやすかったりするので、この CS Music の方、これは有料ですけどもこちら使ってます。で電子書籍読み物系のショートカットグループの方にはおなじみの Kindle、 あとはニュースを読むためのスマートニュース、いろんな雑誌がサブスクで読める D マガジン、 RSS リーダーのフィードリーを配置しています。これは全部ねショートカットになっているので、タップすることでそれぞれアプリを立ち上げることができるようになっています。このローテーションできるねウィジェットの作り方も説明していきます。先ほど言った通りこのマネーフォワードのウィジェットはそのまま追加できますが、この音楽アプリや電子書籍アプリのショートカットをグルーピングしたものはショートカットアプリでグルーピングして作っています。ショートカットアプリの説明をしていきますけども、ショートカットアプリがこちらですね。でこの作り方も非常に簡単で、このショートカットのフォルダ一覧の画面ですね、この右上のフォルダにプラスボタンがついたアイコン、これを押します。そうすると新規フォルダを作ることができるので、例えばじゃあここでフードとか入れましょうか。このフードというねフォルダがグループになります。これを追加します。でこのフードのフォルダを開いて、ここまでショートカットが入っていないので右上のプラスボタンからショートカットを追加していきます。プラスボタンを押します。そうするとアクションを追加することができるので、プラスアクションを追加というボタンを押します。でここの上のスクリプティングですね、これを押します。でここの一番上アップを開く、これをタップします。この薄い水色のアップというところをタップします。でここで起動させたいアプリを選びます。フードなので Uber とかにしましょうか。Uber Eats を開く。
で、これで開くアプリが選択できたので、一番上のアップを開く、ここのところの下矢印を開きまして、で、名称の変更ですね。ここはね、自分で入力する必要があります。ここ入力しました。あと、アイコンの選択もできますね。こんな感じでアイコンとか設定して、ただね、なんかこれアイコンが最近反映されないで、この Uber のアイコンがそのまま出ちゃったりするんですけど、そこはね、なんでかわかんないんですが、こんな感じで一応アイコンの設定もできます。で、これで開くアプリとアイコンと名称を設定できたので、これで完了をします。こうすることでショートカットが追加されました。同じようにフォルダの中に別のフード関連のアプリのショートカットを作ると、これがひとまとめのショートカットグループとして保存されます。はい、これで先ほどのね、フードフォルダの中にショートカットが2つできたという感じですね。で、この作成したフード関連アプリのショートカットグループをそのままホーム画面に置いてもいいんですが、今回は先ほどのマネーフォワードとか音楽アプリが入ったこのね、グループのところにここにね並べたいので、このマネーフォワードとか入った複数の横長のこうショートカットがくくられたもの、これをスタックと言いますけども、このスタック部分を長押しします。そうするとスタックを編集というのが出てくるので、上から2番目のスタックを編集を押します。そうするとこの複数のショートカットが入っているスタックにね追加することができるので、ここでプラスボタンを押します。で、プラスボタンでウィジェットを検索というところでショートカットを選択します。で、ショートカットのウィジェットを追加します。で、これショートカットウィジェット追加した直後だと先ほどのフードっていうのはまだ選ばれていないので、これをもう一度タップします。そうすると全てのショートカットというのが選択されているので、これをタップします。で、先ほどの一番下にあるフード、このフォルダを選択します。で、画面外を押して決定します。そうするとこのように先ほどのスタックの中にフードのショートカットのくくりがね設定されました。で、これ並べ替えしたかったらショートカットを長押しして上の方までこういう風に持っていってあげると並べ替えすることもできます。こんな感じですね。これで完了。そうすると先ほどのスタックの中にこのようにフードのショートカットをまとめたものも登録されました。はい、こんな感じで一番上のスタック部分を作ることができます。はい、それで2画面目の下の部分続き説明していきます。ここにはね、利用頻度があまり高くないアプリをジャンル分けしてまとめています。ここはね、数が多いのでアプリ名だけね、サクサク紹介していきます。はい、まず右上、これはね、ビデオ関連のアプリをまとめています。動画ですね。Netflix、Hulu、Amazon プライムビデオ、Apple TV、Unext。この JustWatch というのは気になる映画のタイトルとかがあったら、それがどの動画配信サービスで見ることができるかっていうのを検索することができるアプリです。あとは TikTokと、あとラクレコ DVD というのは DVD をスマホとかタブレットで見るようにする端末があるんですけど、その端末をコントロールするアプリですね。以前買ってよかったもので紹介しています。はい、そういった動画関連のアプリで、あとはミュージック。ここは Amazon Music と Spotify、 先ほどの CS Music と Music、 音楽アプリをまとめたショートカットにね入ってるものがここにも一応置いてますって感じですね。はい、あとは Book。 これもね、先ほどのスタックの中の電子書籍のショートカットとね重複する部分ありますけど、 Kindle、 D マガジン、あとはノート、スマートニュース、フィードリーとポケットですね。ポケットはウェブページのブックマークを閲覧するハテブみたいな感じですね。あとカメラ関連、写真現像加工アプリのライトルーム、写真の編集のフォトショップ、写真にモザイクをかけるその名もモザイク、あとは写真圧縮。最近のスマホの写真はデータ容量が大きいので、そこまで大きい必要がない時に写真を圧縮できるっていう便利アプリですね。写真圧縮。あとはライカフォトスはライカをコントロールするアプリ、イメージエッジはソニーのカメラをコントロールするアプリ、クイックというのがこれは GoPro をコントロールするアプリで、あとは DJI は DJI の機材をコントロールするアプリとなってます。あとペイメントには Suica、PayPay、LINEPay、ウォレット、PayPal、PayID が入ってます。で、ショッピング、こちらはね、いつもお世話になっている Amazon、 あとは楽天市場、Yahoo ショッピング、ユニクロ、GU、ZOZO タウン、無地のアプリ、ニトリ、IKEA、あとビッグカメラと僕がお世話になっているサロンですね、ノラのアプリですね。はい、こういったものがショッピングに入ってます。あとオークション、こちらはメルカリ、ヤフオク、楽天ラクマ、オファー買取アプリですね。で、その隣のホームで、その隣がホーム。こちらはスマートフォン向けのアプリをまとめています。
Google ホームとプラススタイル、これは電球の管理アプリなんですけど、ハブとかもいらないダイレクトにねコントロールできるスマート電球なのでね、プラススタイルの電球を僕はねまとめ買いして使ってます。あとはネイチャーリモ、全てのリモコンは全部ここに集約しています。あとタポ、これは電源のスマートプラグとかを扱うアプリ。あとはエレクトロラックス、うちの空気清浄機の管理アプリですね。あとはユーフィークリーン、これはアンカーのロボット掃除機ユーフィーのコントロールアプリですね。あとはネブラコネクト、アンカーのプロジェクターネビュラカプセル2をコントロールするアプリで、 Fire TV、 これは Fire TV スティックのコントロールがスマホからもできるアプリ。あと最近使いまくってるスイッチボットの管理アプリですね。2ページ目には Amazon のこれですね。これ言うと視聴者さんのこれがね起動しちゃうかもしれないんでちょっと言わないですけど、はい、あとはリング、これも Amazon 傘下の監視カメラアプリですね。あとファーボ、こたつの見守りアプリ。下の段がタイルですね。落とし物とか忘れ物とか防止のタグですね。スマートタグの管理アプリ。あとミュージックセンターとヘッドホン、これはソニーのスピーカー端末を扱うものですね。で、一番下のリンクシス、これはうちのインターネットをねリンクシスのルーター使ってるのでその管理アプリですね。あとはね Apple 純正のホーム、これここ置いてるけど使ったことないですねこれ。でその下の段左からストレージで、ストレージはねドロップボックス一番使えますけど、あとはねこのファイルもよく使いますね。あとは Google ドライブと Google フォト、あと Evernote ですね。結構仕事で使うことが多いかなこの辺は。でその隣ツール、この辺はねツール関連全部ごちゃっとまとめて入れています。ボイスメモ、計測、水平器、時計、ウィジェットスミス、スピードテスト、Adobe スキャン、先ほどのランチャーと、あとはロック画面の天気情報を表示するウィジェットを提供しているウェザーニュースですね。あとは探すアプリとカレンダーをここに入れています。で、その隣が Apple。これは Apple 関連のアプリですね。App Store のアプリと iTunes Store のアプリ、Apple Store のアプリ、Apple Watch の管理アプリとショートカットですね。先ほど言っていたショートカットアプリはここに入れています。で、続いて Office 関連ですね。これは仕事で使うアプリが多いですかね。Google スプレッドシートと Excel、ドキュメント、あとは Keynote、Numbers、Pages、あとは Authenticator っていうのかな。これはちょっと仕事で使うやつですね。あとは Meeting 5というのと Bear、これはメモアプリですね。あと Pinterest、こんな感じです。で、下段、ファイナンス。ファイナンスにはマネーフォワードとマネーフォワードの確定申告アプリ。もうこれはね、欠かせないですね。あとはセゾンカードを使っているので、セゾンポータル。あとは銀行系ですね。三菱 UFJ とか楽天銀行、住信 SBI とか、あと簡単積立 SBI 証券株、SBI 証券米国株。この辺ね、僕がやってる投資関連のものが並んでます。こんな感じですかね。はい、そしてフードの中には食べログ、クックパッド、冷凍弁当の定期宅配便のナッシュ、ずっと使ってます。あとスタバとウーバーイーツとドミノピザですね。はい、フードはこんな感じで、続いてヘルスケアには睡眠管理アプリと目覚ましアプリのこのスリープマイスター、あとは体重管理のレックスタイル、あとは万歩計のアプリステップスアップ、あとはヘルスケアとフィットネスとソニックケアはこれはフィリップスの歯ブラシのアプリですね。はい、こんなの入れてます。あと旅行フォルダの中にはエクスペディアとか EX アプリ、新幹線のアプリですね。あとはエキネットとかタイガーエア台湾とかいろいろ入れてるんですけど、ちょっとねまだしばらく使う機会がなかったので、今年年内に使えるようになってきたら嬉しいなとか思っています。そろそろ台湾行きたいですね。はい、こんな感じですね、2画面目は。はい、で最後に一番左のウィジェット画面、ここの説明をしていきましょう。左上にはスイッチボットと連携させている温湿度計が確認できるようにしていて、その隣はバッテリーですね。で、中段にはスマートホーム系のアプリをまとめて入れています。スマートデバイスをコントロールするスイッチボット。これはね、部屋とか外の見守りカメラなんかもここから確認することができます。あとは Amazon のあれと、あとファーボですね。ファーボはこたつの見守りカメラ。あとは Fire TV スティックのリモコンアプリですね。で、リング。これも見守りカメラでベランダに置いて使ってます。その隣ユーフィーホームはアンカーのロボット掃除機ユーフィーのコントローラーアプリですね。で、Google ホームは Google アシスタントのコントローラーアプリですけども、内玄関のインターホンが Google ドアベルっていうね、Google のインターホンデバイスを使ってるので、来客とかあった時にね、すぐにここから確認できるように、ここにね、Google ホームのアプリを置いています。で、その隣にネイチャーリモ。ここにリモコン関係をね、ひとまとめにしているので、ネイチャーリモから部屋のね、家電のリモコン操作っていうのをするようにしています。こち
ちろん Google アシスタントで音声コントロールできるものも多いんですが、細かな設定とかはね、このネイチャーリモのアプリからやっています。で、その下には Wi-Fi 強制オフのショートカットを置いています。これね、自分で作ったんですけど、めちゃめちゃ便利です。外出した時に繋がる素振りを見せてくるね、繋がらない Wi-Fi あるじゃないですか。あれを拾わないように Wi-Fi を元から解除できるようにするボタンなんですね、これ。これを先ほどのショートカットアプリで作ってここに置いています。コントロールセンターをこう開いた時に出てくる Wi-Fi、今ね Wi-Fi オンになってますけど、この Wi-Fi ボタンをオフにすると、こうねグレーアウトみたいな感じになるんですけど、これだと身近な Wi-Fi との接続を切るだけで、他の Wi-Fi を拾ったらね、またつながりに行こうとしてしまうので、これをね立つためのボタンを先ほどの Wi-Fi 強制オフというねボタンに設定しています。でこれね押してみましょう。そうすると今 Wi-Fi オフになって、先ほどのコントロールセンターから見てみると、さっきねグレーアウトしていたところが、この Wi-Fi アイコンに斜線がシュッとね入った形になってると思うんですよね。これで Wi-Fi を元から立ったような形になっています。もちろんこれもう一回タップすれば Wi-Fi オンになるので、切り替えもね簡単です。でこの Wi-Fi 強制オフのショートカット、この作り方もね簡単なので今紹介してしまいます。でこれまたねショートカットのアプリですけど、この右上のプラスボタンを押します。でアクションを追加を押します。このアップおよびアクションを検索というところで、ここで Wi-Fi とかね入力します。でこの一番上の Wi-Fi を設定を押します。そうすると Wi-Fi をオンにするとなっているので、ここをタップしてオフにするにします。Wi-Fi をオフにするにします。でこの名称のところで Wi-Fi 強制オフとかにして、でアイコンも Wi-Fi アイコンとかに回して、はい、こんな感じでショートカットを作ります。この左上にね Wi-Fi 強制オフのアイコンができました。ここ試してみますけど、で今コントロールセンターを見ると Wi-Fi がねオンになってますけど、ここで Wi-Fi 強制オフ、これをね試してみると、コントロールセンターでは Wi-Fi にね斜線が入った状態になってます。こんな感じで Wi-Fi 強制オフのねショートカットすぐに作ることができました。これをこういう風にウィジェットとして置いておけば、押すだけでねボタン一つで思わせぶりな Wi-Fi をね拾わなくすることができます。ただこれ気をつけなきゃいけないのが、 Wi-Fi をオフにして家に帰宅してオンにし忘れて、そのまま家の中で大容量の動画とかをね見てしまって速度制限がかかってしまうとかね、そういった悲しいことにならないために Wi-Fi 関連のおすすめのショートカットがね一つあるので、こちらもね紹介します。これは位置情報を使って外出先から自宅近くに戻ってきたら Wi-Fi をオンにするように通知でお知らせしてくれるショートカットです。こちらもショートカットアプリで作るんですが、ショートカットアプリの下段の真ん中のオートメーションというこの時計のアイコンをタップします。で右上のプラスボタンを押します。で新規オートメーションから個人用オートメーションを作成をタップします。でここに到着というのがあるので、これを選びます。で場所を選択します。現在地とかにしますね。それで次へ。で、アクションを追加。ここにまた Wi-Fi とか入れて、Wi-Fi を設定をします。今度は Wi-Fi をオンにする。このままで次へ。こうすることで、自分が自宅近辺に到着した時に Wi-Fi を設定を行う。このような設定になったので、これで完了します。これで自宅周辺とか指定した範囲内にスマホがね入ったら、このように通知でお知らせしてくれます。この実行ボタンを押せば Wi-Fi がオンになって家の Wi-Fi につなげることができます。これも設定しておくと便利なのでねおすすめです。はい、ウィジェット画面続きですけども、 Wi-Fi 強制オフのウィジェットの隣にはスリープマイスターですね。このスリープマイスターは睡眠管理アプリで、自分の睡眠状態であるとか、あと寝言の記録なんかもねできちゃうアプリです。僕はねこれで目覚めてますね。その下にはペイメント系のショートカットをまとめています。レジですぐ支払いたい時にホーム画面を開いてアプリを探してとかね時間がかかってしまうので、すぐに呼び出せるようにここにまとめています。ここに入れてるのが PayPay とよく使うスタバのアプリですね。あとは Suica ですね。Suica はね実際チャージする時とかにここから開くぐらいで、それ以外はね Apple Watch で直接決済したり、スマホで直接決済したり、そういった使い方をしています。はい、アプリは以上ですね。あと他にも結構使うことが多い設定アプリとかは、この背面をダブルタップすると設定アプリがね立ち上がるようにしています。ちなみに背面を3回タップすると、先ほどね Wi-Fi 強制オフがね設定されるようになっています。このタップした時のアクションを設定する方法は、設定アプリのアクセシビリティの中のタッチを選択して、一番下の背面タップ、ここからダブルタップの時のアクションとトリプルタップの時のアクションを設定することができるようになっています。こ
これもね、設定しておくと便利なので、よかったらやってみてください。はい、僕の iPhone 14 Pro の中身はね、こんな感じになっています。皆さんのね、ホーム画面作りの参考になったら嬉しいです。はい、そういうわけで今日は僕の iPhone 14 Pro の中身とカスタマイズの方法をね、紹介させていただきました。このチャンネルではこういった iPhone に関する情報とか、ちょっと前にもね、iPhone 14 Pro で一緒に使いたいアクセサリーの紹介なんかもしていますが、こういった感じで iPhone 14 Pro とか Apple 製品、あとはね、ガジェットのレビューとか紹介なんかいろいろやってますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もし今日の動画が参考になった、良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。